開幕が待ち遠しい2025新シーズン、どのチームも新ユニフォームを発表しています。この動画では以前作成した J1 リーグのユニフォームに続き J2 のユニフォームデザインを紹介していきます。前回の動画と同じようにまたクラブごとに飛べるようにしておきますので、概要欄の確認もお願いいたします。それでは見ていきましょう。北海道コンサドーレ札幌。北海道コンサドーレ札幌クリエイティブディレクターの相澤陽介です。2025年シーズンのデザイン解説をいたします。ファーストユニフォームは赤黒縦縞の定義を作りたいと考え、赤を中心として見頃に赤3、黒2の5本ストライプを並べ、コンサドーレの赤黒縦縞のベースとなる比率を作りました。基本構成はシンプルであり、赤黒縦縞が最も美しく強く表現できることを重要視しました。その中に北海道の魅力を世界に発信したいという思いがあり、ストライプの中にさまざまな北海道の美しい湖、流氷、紅葉などの景色とシマフクロウをコラージュという表現で投影しています。コラージュデザインはユニクロ UT のクリエイティブディレクターなどを務め、世界的に活躍するアーティストの川村康介氏が担当し、ユニフォームを一つの作品にしたいという思いがありました。コラージュという表現はさまざまな既存の世界観を融合させ、新たな世界観を生み出すという手法であり、コンサドーレが今後挑戦していく北海道から世界へというスローガンと重なりました。今シーズンファーストの組み合わせとしてパンツソックスは白を使用しています。これは新しい挑戦という意味もあり、常に伝統と革新の両軸で戦っていきたいという思いです。またレギュレーションの関係上、下半身が黒となる組み合わせも登録しており、これを第4のユニフォームとして定義しています。セカンド、サードユニフォームはアイヌ文化の素晴らしい模様を取り入れました。この度、北海道アイヌ協会と株式会社コンサドーレは、それぞれの魅力を高めることを目的とし、両社が協力、連携して取り組む覚書を締結します。文様とは文化を重要視し、衣装を取り入れることではなく、実際に伝統を守ってきた方々の思いをつなげていくことが重要であり、今回、優秀工芸士の早坂ゆか氏に書き下ろしをしていただいたアイヌ文様をベースとしてユニフォームデザインを行いました。北海道をホームタウンとしたクラブとして、これまで以上にアイヌ文化の魅力を世界に発信していきたいという思いがあり、より良い北海道の創造を目指します。セカンドの濃紺に展示の配色は民族衣装から着想し、文様の中にピクセルのグラフィックで北海道の地図を描いています。歴史と伝統を新しい解釈でデザインしていくというレイヤードを行いました。サードは白を基調として模様の強さを引き出すため、白黒モノトーンで構成しています。デザインを通して北海道コンサドーレ札幌や北海道の文化をこれまで以上に広めていきたいという思いがあります。また、どんな時も諦めない強い気持ちと、クラブが目指す未来をユニフォームで投影しました。ベガルタ仙台。継承インヘリタンス。2025シーズンはベガルタ仙台初期のユニフォームをオマージュしたデザインをファーストユニフォームに採用。セカンドユニフォームはこれまでのベースとなっているオールホワイトのカラーコンビネーションとしました。ブランメル仙台とベガルタ仙台を表してきた星のデザインは前面の首元へと配置。飛躍的な成長を遂げた昨年のベースを引き継ぎ、あと一歩で昇格に届かなかった悔しさも忘れることなく J1 昇格へ向け一丸となって戦う気持ちをユニフォームに込めました。これまでの30年間で築いた礎を次世代へ継承してまいります。ブラウブリッツ秋田。2025シーズンのブラウブリッツ秋田ユニフォームはチーム名の由来でもある稲妻を大胆にアレンジ。縦横無尽に稲妻が走る様は秋田スタイルのもと邁進するチームの姿を表現しています。縦に走る3本の力強いラインはチーム、サポーター、
地域とのつながりを意味、それぞれの思いが折り重なってブラウブリッツ秋田を勝利に導くという願いが込められています。モンテディオ山形。ブルーに白ストライプというモンテディオを象徴的するこのモチーフ、遠目に見ると白は太いのが2本に見えるかもしれませんが、この白い部分はそれぞれ6本ずつ合計12本で構成されています。この12という数字は11人の選手プラス12人目として一緒に戦うファンサポーターを表現しており、山形が一丸となることを表すデザインとなっています。ファーストのこの12本の線が一緒に並んで上に向かっているデザインから発想し、その12本が表す選手やサポーターの皆さん以外にもモンテディオ山形を支えてる人がいる、そしてその方々は本当に多くいらっしゃる、そんな方々を表す意味でファーストとは違った無数のストライプになっています。いわき FC 光をコンセプトにクラブの VI の一部であるグローイングスラッシュのパターンをシャツ全体で表現、復興から成長へと歩みを続ける浜通り地域とともに力強く上昇していくチームの姿をデザイン。セカンドは今シーズンもフラシティいわきのパターンを採用。光をイメージしたグローイングスラッシュのパターンは中央に配置。水戸ホーリーホック。クラブ創立30周年となるメモリアルイヤーを終え、クラブとして新時代を迎える2025シーズンはチェック柄ドリームエモーションウィーブを採用。クラブの伝統を表すストライプ柄と地域を表すボーダー柄が重なり織りなす様で、クラブと地域の強いつながりを表現するとともに、ブランドプロミスビジョンの実現に向けてこれからも地域とともに挑戦を続けるクラブの精神を込めました。ブランドプロミス、新しい原風景をこの街に、ビジョン、夢と感動と一体感の共有に向けて地域に根ざし、地域と歩み、地域に貢献し、地域と共に発展します。ジェフユナイテッド市原、千葉。2025シーズンのユニフォームはジェフユナイテッド市原、千葉のホームスタジアムである福田電子アリーナ福有の20周年を記念したデザインになります。2005年、福有は JFE スチール東日本製鉄所の工場縮小に伴い、その跡地に整備された千葉市蘇我スポーツ公園内に開業。 J リーグのイベントに適したスケールと見やすさ、屋根付きの地域密着型スタジアムとして親しまれてきました。スタジアムの建設計画においてゴール裏スタンドの屋根なし立ち見が検討されていたところ、全スタンド屋根付き全1席への署名運動がサポーターの皆さんを中心に行われ実現しました。サポーターの思いでかけられたこの福有の屋根を新ユニフォームの大きなデザインモチーフに採用しました。特徴的な屋根の形状をジェフ・アーガイル柄として胸と背に配置しました。さらに左袖には福有の南スタンドの屋根を記念ロゴとしてプリント。熱い声を上げ続けるゴール裏サポーターが見ている景色をクラブフィロソフィーウィンバイオールの文字を入れました。さらに襟元にも JR 蘇我駅上空から福有周辺を見た風景イラストとジェフフォントの12番を入れることで、どんな状況になっても選手たちを後押しするサポーターの思いを込めました。 FP のファーストユニフォームのボディはクラブカラーのイエローをベースにしながら、福有が立つ前にあった製鉄所の航路の形状やその内部で鉄が溶ける様子をイメージ。鉄が熱くなっていくと赤黒から橙色、黄橙、黄というように変わっていく様子をグラデーションで表現しました。
またオレンジ色は福有のゴール裏座席のカラーでもあり、それはサポーターが鉄のように熱くなってくれるようにという願いが込められています。こうしたスタジアムが建てられる前から連綿と続くホームタウンの歴史と道のりへ敬意を込め、福有20周年を祝うユニフォームに反映させました。ヴァンフォーレ甲府セレブレーティング 60th アニバーサリー2025年シーズンユニフォームはクラブの60周年をセレブレート濃淡で表現された武田菱は、クラブが積み重ねた伝統と歴史、サポーターとのつながりを表現しています。フィールド選手ファーストは青をベースとし、袖部分に赤を採用。セカンドは白がメインカラーで袖は青となる。またゴールキーパーは緑、黒、ピンクの3種類。フィールド選手キーパーともに武田菱のデザインが施されている。カターレ富山カターレフレームス・オブ・ユニティ団結の炎。2025年のユニフォームは熱い炎の輝きがカターレ富山のエンブレムとシンクロ。その炎はチームのアイデンティティとファンとの団結を映し出し、共に勝利を目指す力を呼び覚ます。ファーストユニフォームは燃え上がる炎が連なり、絶え間ない情熱とファンとの絆を描き出します。ブルーベースの背景に散りばめられた赤のアクセントは選手たちの闘志と熱い心を象徴。ピッチ上で選手とファンがつながる瞬間をダイナミックな炎のラインで表現しています。セカンドユニフォームは縦に走る炎のモチーフがスピード感と鋭さを際立たせます。白を基調とした洗練されたデザインは内に秘めた情熱と勝利への意志を表現。この炎が選手とファンの心に勝利への熱い思いを灯します。引き続きチームの象徴であるエンブレムは 3D の立体的エンブレムを採用。長く応援してくださっているファンサポーターの皆様との共に戦った歴史を目に見える形で残せるよう、襟の内側には2025と記載。着用シーズンが分かるようにしました。脇の部分に伸縮素材を使用するとともに、体の動きに追随するゴールドイン独自の立体パターン設計、イージームーブを引き続き採用。プレー中の腕回りの可動をスムーズにしています。平らな縫い目を意味するフラットシーマ縫製を採用。縫い目の肌あたりを和らげます。ジュビロ磐田天に昇っていく竜に例えて名付けられたとも言われる。ホームタウンに豊かな恵みをもたらす天竜川のように強く愛されるクラブへ進化し続けたいという願いをジャガード編みの生地で表現。背中のゴールドラインにはジュビロ磐田に関わる全ての人々が肩を組み一丸となって勝利を目指すという思いが込められています。また2022年から始まったアドミラルとのパートナーシップは4年目に突入。なおロアッソ熊本も2025シーズンからは同ブランドのユニフォームを着ることがすでに発表されており、来季の J2 ではアドミラル対決が実現する。藤枝舞 FC 常に全力で走り守り攻める攻撃的なチームスタイルをさらに進化させ、目の前の試合に自分の全てをかける選手たちから放たれるパワーを見に来ていただいた全ての方に感じてもらえるように、藤枝舞 FC が地域にとってより必要とされるように、恒星のごとく凄まじい熱量をクラブから発生させ、ホームタウンを明るく照らす。試合観戦に訪れた皆様に強烈な感動体験を、支えてくださるパートナーの皆様、ファンサポーターの皆様に活力を、藤枝舞 FC から放たれるエネルギーを感じていただき、共に熱く戦いましょう。首元や袖、裾には志田灰原地域で有名なお茶のグリーンを採用。全体のデザインには
ホームタウンの街並みや風景を取り入れ、地域を背負って戦うクラブの姿勢を表現。胸元のエンブレムにはクラブを中心に生まれたエネルギーが広まる様子が書かれている。レノファ山口。日は輝く。ホエアーザサンシャイネスブライト。オレンジの光が未来を照らし、希望に満ちた未来を切り開く。総力を結集し、一丸となって突き進もう。共に新しい夜明けの航海へ。希望に満ちた未来を切り開く。航海を象徴する様子を表現。オレンジと黒は夜明けの光を映し、チームの総力で前進する力強さを体現しています。未知なる挑戦に果敢に突き進む姿勢、そして共に歩む地域とサポーターとの強固な絆が込められたデザインです。オーセンティックモデルのみに使用している。光沢があり立体的で重厚感のあるウェルダーワッペン。ナンバー&ネームは2020年以来5年ぶりとなるオリジナルフォントを採用。フォントはレノファ山口 FC オリジナルで作成した可読性を意識した洗練された字体。首元をすっきりと見せる V ネック仕様で、襟裏部分にはインナーメッセージとして鼓舞している表情のレノ丸がプリントされています。徳島ボルティス。1.5 メートルの水位差が生まれる大迫力の渦潮をイメージソースに、チームと一丸となりフィールドを支配し勝利を手にする力強いグラフィックで表現。スワローには飲み込むという意味の他に、スラングで信じるという意味も持つ。2025シーズンもゲームシャツにはドライサイエンスストレッチ2を採用。吸汗速乾性を発揮し、点で皮膚に接触する生地設計になっています。これによりベタつきの要因である水分、汗を生地裏面に残しにくく、水分が裏面から表面に移動しやすくなります。脇には強度にも優れたメッシュ素材を採用。通気を促し、プレー中の快適さを維持します。特に動作性が求められるゲームパンツにも同じ2つの素材を採用しました。激しいプレーの中でもバタつきにくいスリムシルエットながら、ストレッチ性を兼ね備えた生地とエア設計で動きやすさも発揮します。ボディのグラフィックが主役であるデザインにおいて、襟はシンプルな丸首を採用。2025シーズンもスポンサーマークの多くを消化プリントで再現。物理的に軽く、肌当たりも軽減できるため、選手がよりストレスフリーな状態でプレーできることを目指しました。愛媛 FC。 コンセプトはクラブビジョンである愛媛から紡ぐ。2025シーズンに J リーグ昇格より20年目の節目を迎えるにあたり、これまでクラブ、ファン、サポーター、企業、ホームタウンといった愛媛 FC ファミリー全員で紡いできた歴史を、樹木が成長に伴い1年に1本刻む年輪をモチーフとして20本の同心円状のデザインにより表現しました。歩道を歩み進むことで坂の上の雲に向かってより高く太く大きく成長を続け、まっすぐそびえ立つ大木となり、さらなる高みを目指す意志が込められています。そして背面には今シーズンも引き続き愛媛県型のシェイプを入れています。これまで支え続けていただいた愛媛県全県民の皆様への感謝の思い、そしてホームタウンである愛媛県全域20市町の方々の希望と期待を背負い戦う情熱を表しています。なお今シーズンもセカンドユニフォームについて同様のコンセプトながら異なるデザインを採用いたしました。複数色の組み合わせによりコンセプトを表現しております。フィールドプレイヤーのファーストユニフォームはチームカラーであるオレンジ。フィールドプレイヤーのセカンドユニフォームには愛媛県の花であるみかんの花と同じホワイトとなります。ゴールキーパーのファーストユニフォームは静かで落ち着きを感じさせる瀬戸内海をイメージしたネイビーを
セカンドユニフォームは蛍光イエローをそれぞれ採用しました。愛媛 FCJ リーグ昇格20年目記念ロゴ。このロゴは愛媛 FC が J リーグに所属し20年目を迎える2025シーズンのためにデザインされたもので、2025シーズンのユニフォームだけではなく、クラブとしてのブランディングやグッズにもこのロゴをシンボルとして使用し、 J リーグ昇格20年目となる2025シーズンを盛り上げてまいります。 FC 今治ウェイクストライプファーストウェアの前見頃には海原を突き進む船の航跡派ウェイキを表したオリジナルストライプのデザインをダイナミックにレイアウトし、サポーターと共に出航する航海を表現しました。ロイヤルブルーは大海原を、差し色のイエローは目指す場所、進む先を照らす光をそれぞれ表しています。ジンバオリストライプセカンドウェアにはかつて瀬戸内海で活躍した村上海賊が船上でまとっていたジンバオリからインスパイアされたデザインを採用し、ピッチでの戦いに向かう選手たちを鼓舞します。頂上を目指すアシックス CJ ライン、頂上を意味するアシックスの新デザイン CJ ラインを肩周りにあしらいました。選手一人一人はもちろん FC 今治ファミリーたちが共に目指す頂や志を表現しています。オーセンティックとは素材、襟回り及び袖のデザインが異なります。サガン鳥栖サガン鳥栖オーセンティックユニフォーム、一人一人の小さな力を集結し大きな岩になり立ち向かう姿勢を金継ぎと重ね合わせて表現したデザインになります。ジャガードには風車柄を表現、風車柄にはアジリティ、柔軟かつ迅速に対応し試合を支配するという意味が込められています。脇裾にも風車イメージ切り替えがあり、裾にはシリアルナンバーピス付きです。セカンドオーセンティックユニフォーム、サガン鳥栖のエンブレムの由来である勝利のビクトリーから着想を得て貪欲に勝利を向かう姿勢を表しています。ジャガードには風車柄を表現、脇裾にも風車イメージ切り替えがあり、裾にはシリアルナンバーピス付きです。リファーレン長崎巻き起こせ新たな波を。2025年にクラブ創設20周年を迎えるビファーレン長崎。新時代へ向けた航海の始まり。ファーストユニフォームは波を表現したパターンを大胆に落とし込んだグラフィカルなデザイン。新たな波を巻き起こしながらその先にあるクラブの未来を信じて、左胸には20周年を祝う計画の一環として制作された新エンブレムが配されている。地域とともに20年にわたるクラブと長崎のストーリーを21市町を表現した21本のラインと V のパターンで表現しながら、センターにその中心であるビファーレンのブルーとオレンジのラインを配置。これからも地域の象徴であるために長崎の思いやスピリットを背負ってアウェーの地へ。発色が美しく色鮮やかな消化プリントを採用し、右胸のファナティックスのロゴは高級感のある刺繍仕上げにしております。さらにエンブレムには立体感が際立つポリクレストを使用しました。南米の名門サッカークラブも採用する高品質素材を使用し、軽量でストレッチ性に優れた快適な着心地を実現。吸汗速乾性にも優れ、試合での最高のパフォーマンスをサポートします。ロアッソ熊本ユニフォームデザイン。ロアッソ熊本オリジナルデザイン。六花、熊本の先人たちが守り伝えた美と修練の結晶である肥後六花の美しく咲き誇る花々をアドミラルのユニフォームの特徴である糸を編み込んでデザインを作っていくジャガード編みで表現しています。今回デザインされた6枚の花びらはチーム、クラブ、パートナー、行政、サポーター、地域を表し、それらが一体となり季節ごとに咲く勝利の花で
ロアッソ熊本の歴史や先人の思いを今に伝え、新たな歴史に向けてロアッソ熊本の花を咲かせていく思いを込めています。肥後立花、肥後朝顔、肥後菊、肥後椿、肥後サザンカ、肥後芍薬、肥後花菖蒲。大分トリニータ。世界でも限られたチームのみが採用しているプーマのグローバルデザインプログラムから、県民、企業、行政が力を合わせた三位一体トリニティを意味する三角形を多数使用し、全面にアレンジしたデザインを採用。これまでの軌跡とともに J1 昇格に向け、新たな歴史を積み重ねる姿を表現しました。今シーズンはこのユニフォームとともに大分トリニータに関わる全ての方々のために力戦奮闘して臨みます。アウェーはホームの色違いで白基調となっている。柏レイソル。2025年ユニフォームのデザインコンセプトは、強熱と革新、上部に施された木柄は勝利への強い執念とサポーターの熱気が入り混じった魂を表現しています。また濁りなきイエロー一色で表現された革新的なエンブレムは、柏レイソルの未来を切り開く力強い意志を体現しており、チームに新たな歴史を刻む象徴となっています。今シーズンはこのユニフォームをまとい、サポーターとともに新たな歴史を刻んでいきます。またヨネックス株独自機能である 3C の涼感ベリークールを搭載。これにより試合のラスト10分でのパフォーマンスの違いを生み出します。シルエットは選手と共同開発したプロスタイルを採用。前シーズンから採用しているオリジナルスリーブパターンをさらに進化させ、腕の可動域を広げることで動きやすさが向上し、選手の動きをサポートします。また引き続き再生ポリエステル糸を使用し、地球環境に配慮したサステナブルウェアを提案します。ネットの反応。セカンドとサードはエンブレムまで含めてロゴ色統一とは気合が入ってるな。札幌のかっこいいユニフォームにしようという姿勢は他も真似してもらいたい。赤黒の縦縞を大事にしてるところがいい。札幌いいね。スポンサーロゴ統一感あると違うな。バラバラに貼り付けると基本ダサい。札幌は何が良いってサードユニを制作してくれることが最高。よそが夏季の限定サードでお茶を濁す中、通年で出してくれるところが欧州みたい。よそも見習ってほしいです。新潟、町田、仙台は全部同じものだね。最近はナイキ、プーマ、アディダスとかの大手がテンプレばかりという気が。仙台はボカジュニアーズの反転と捉えれば悪くない。カターレ、富山、攻めたね。なんで千葉のキーパーユニはいつも発売が遅いのかね。山口と札幌いいな。山口強そう。岩田ユニ、来とる。不評のタータンチェックなくなったな。上品でいいやん。ヤマハだけなのもデザイン的にポイント高い。 J2、J3 は何気にあすれた多いな。秋田かっこいい。いわき FC の新ユニが去年の浦和のユニに似てる気がする。藤枝にもっとかっこいいスポンサーがつきますように。水戸はケーズ電機のバナーがなければチェルシーに見えなくもない。長崎ファナティクスはサプライヤーとしては初か。マクロンとは1年限りか。サポが頼んだユニフォームが開幕に間に合わず6月頃までずれ込んだんだよな。マクロンの時も J 発とか言ってたのに1年でやめるのか。なかなか良いんじゃないですか。山形、鎖骨スポンサーに山形日産が入った。エンブレム変更するなどギラギラの仙台とは対照的に落ち着いた一体感のあるデザイン。レアル、ソシエダとローソンの間にできた子供みたい。今治はデロイトが今治造船に
変わっただけ？間違い探しレベルですが、選手名のフォントが変わってます。熊本白馬門がアドミラルになってプーマのテンプレから抜けて初めてのオリジナルデザインで喜んでたな。大手メーカーのテンプレデザインに枠付きスポンサーペタペタ貼られるならそっちの方が良いよね。 J1 のクラブの方が割とメジャーなユニのブランドと契約しがちだけど、メジャーすぎるとその年ごとのテンプレデザインを使われがちで無個性なユニになることが多いから、総じて言うと J1 から J3 までユニのデザインセンスに差はほぼないどころか、むしろ株の方が上回ってるかもしれん。ということで J2 の新キットと前回動画で紹介できなかった柏レイソルの新ユニフォームまでまとめて紹介しました。さまざまなブランドが入り混じり、個性的なスポンサーロゴなど J1 とはまた違った楽しさがあったのではないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。